借りてきちゃいました。まさかの贅沢なはい、3132の乗り比べです。乗り比べです。海外の人に向かって説明すると、和ナンバー、この頭の数字が和なのがこれなんとレンタカーなんです。こう日本に遊びに来てくださった外国の人とかも一応国際免許を持ってれば普通のレンタカーも借りれると思うんですけれども、こんな選択肢も実はあるんです。で、はい、かつ安くない？安いんですよね。ね。びっくりしました。ときめきカーレンタルさん、絶対もっと値段上げた方がいいと思うんですけれども、今回こう2台貸していただいたので行っちゃいますか。どこに行くかはお楽しみ。お楽しみなんですけど、まあ行きたい場所といえば世田谷からこの車で走りに行くといえばまあね、あそこだよねはい、マウント富士を横目に3132でドライブ行きましょうか。行きましょ来ました。 GTR だわ。う。GTR ですよ。この内装もなんかテンション上がりますよね。これさ、俺の友達ではい。GTS の25を2号。 32ねはいはいはい。いじってる友達、めちゃくちゃ仲いいやつが、うんうんうん。このインパネ周りのことをやる気にさせるって言い方してて、なるほど。とても好きなんだよ。いいですね。やっぱワクワクするし、よし走るぞって気になるよな、うん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 。だし GTR を運転するのが初めてなんだよね今日。最高ですね。正直寝れなかったよ昨日。爆上がりですよね、テンシうョン。ん、まあ、34は、はいさっき話した通り一回ちょっと置いときたいのよ、なるほどなるほど。自分で所有するまでは。そうですよね。32の GTR はよしとします。行きましょうか。行きましょおお ETC カードが挿入されています。長寿カードを用意してください。う。RB26 ですね。RB26DETT って口に出して言いたいよな何度でも言いたい。何度でも言いたいでちなみにこれは、34のタービンが入ってます。へえ。なので音はそんな雰囲気をちょっと味わっていただければプシュンプシュン言ってるもんね。と。はい。行きましょうか。行きましょまあね、公道なんである程度安全運転で。う。はい。回るね回りますね。ー。おー、なるほどね。どうですか。なんか正直言うと、はい。バカ速いっていう感覚はあんまないわ。うんうんうん。それこそ最近のスポーツカーとか、はいそういうのと比べちゃうと、なんかもう死ぬほど速い車だなっていう感じはしない。なるほどなるほど。ただこう GTR に乗ってるんだっていうテンションの上がり方はあるよね。大事ですよね。うんし、これもうだいぶ純正からいじられてんじゃん。はい。何やってんのこれって。この車両はですね、HKS マフラーまず、太かったね。はい、砲弾入ってますと、はいエアクリーナーも HKS ですね。はい。であとニスもクラッチ。おお。でそれにオイルクーラー、ラジエータはい。ーで、34のタービンですね。で、セッティングで440馬力を誇っている車両になります。すげえな。なんか全然速くないとか言っちゃったけど速えじゃんこれてかさ、レンタカーではい、 32とか貸してるところはあるじゃん。ありますね。ここまでチューンする必要あるこんな車出してるところ本当ないですよね。絶対レンタカー屋さんの人の趣味入ってるよな。入ってますね。素晴らしいと思います。走行中はね開けられないんですけど、こちらにはいお宝が入ってるそうな。なるほどね。後で見てみましょう。うわー、踏みたくなっちゃうなこれ今も一応制限速度内ではい、楽しんでるんですけど、十分楽しい。楽しいですね。ただなんかまだまだ全然こう回せ
切れてない感じじゃん、この先にすげえのが控えてるんだろうなっていう。っていう想像を膨らませながらいいですね。なるほどね。31に比べてですね、はいハイキャスも電子制御のですね、はいスーパーハイキャスというのが装備されてまして、はいコーナリング重視のセッティングになってます。じゃあ、曲がっていく時に、はいよりインに切ってってくれる。そうですね、一応セッティングが低速時と高速時で分かれていまして、はい、低速時は、ハンドルと逆に、なるほど、フロントと逆にカウンターを当ててくれる感じなんだね。切ってくれます。はいで、60キロ以上になると、うん内側に、切ってくれると。切り替わったみたいなのは正直今、ごめん、制限速度内なんでそうですね。わからないけども、確かにでもこうサーキットをしっかり速く走っていくっていうコンセプトだし、はい。めちゃくちゃ勝ってるもんね、32自体が。不敗神話ですようね。ん、いやー、32に乗っている GTR に乗っているということ自体が。でそして、アテーサの ETS ですね、はいこちらが装備されていて、はいベースは後輪駆動車 FR、はい、FR なんですけれども、後輪が横滑りだったり空転した時に、それが働いて、はい、トルクを0-100後ろから、50-50にフロントのトルクのメーターがついてて、今も引き続きずっとゼロなんだけど、これが、コーナリングで若干ケツが流れ始めたりだとか、タイヤ空転したタイミングでトルクがかかってくるのか、なので結構GTR4 駆っていうイメージもあったりはするんですけど、実際に働くっていうところは、かなり機会は少ないのかななんていうね。今日ね公道なんで、ちょっとこうアテーサを起動させられないのが悲しいんだけど、悲しいですね。滑らしちゃったらね動画として使えないからねこれサーキット持ってきたいね。走ってみたいですね。ときめきレンタカーさんにお願いしてサーキット行かしてくださいって今度行ってみましょうかちょっと話してみましょうかはい、レンタカーでサーキットなんてダメだろ普通に。そうですねでもそんなサーキットに行きたくなっちゃうようなポテンシャルを秘めてる車だよね。やる気にさせる、まさにそれですね。本当にそうだね。なので公道でやっぱりこう使い切れたり感じる範囲っていうのは少ないんですけれども、この先に秘めているモンスターがいるわけですね。これを所有してたらすごい感覚ですよね。もう大事にしてる人手放さないもんね。そうですね。あとはもうガンガン海外に流れてっちゃってるから今、でもこのタイミングで3人運転できたのは本当に自分の人生としても貴重だし、一応こう車屋を名乗って車好きを自負してる以上、GTR 一回も何も乗ったことないだとちょっとね、そうですね、お話にならないじゃないですか。なんか好きとか嫌いとかじゃなくて一回こう勉強として乗っとくべき車だなと思ったな。それこそさっきちょっと雑談でノアの箱舟の話ありましたね。あったねこれ南部理論なんだけど、そのジャンルのトップのものって例えば地球が終わるってなった時にノアの箱舟に乗せてもらえると思うの。趣味嗜好はあったとしても、みんなが認めるトップっていうかベーシックなものって絶対あると思ってて、なんだろうな、ノアの箱舟にスニーカーが乗るってなったら多分ナイキのフォースワンとかになるじゃんか。間違いないですね。車ってなった時のこのスポーツカーのジャンルだったら全然候補には上がる車だよね。ですね、間違いなくやっぱ日本の宝、これはぜひノアの箱舟には乗せてほしいですね。乗せてほしいね。そう考えると32か34か。そうだね、33はどうしてもノアの箱舟には乗せてもらえなそうな感じじゃんそうですね。一応なんか33のキャッチコピーを調べた時に、マイナス21秒のロマンっていう風に語られていて、やっぱりサーキットのタイムで測るんだね。そうですね。21秒ってかなりの差だと思うんですけれども、それでもちょっとやっぱりデザインとかそういったところでそうだね。33も好きだけどね。もちろんですね。どうしてもこう美しさみたいなところが定量化されるとしたら3人の方が美しいよな。わあ楽しいなこの車結構記憶に刻まれる人生の1ページ感ありますよね。あるね。なんかこう自分で扱いきれないぐらい速い車とか高い車ってどうしてもこう乗らされてるというか乗せられてる感覚が出てきちゃうんだけど、あとアメ車とかもそうか、
どうしても日本人の体にこのシートポジションが合わないなとか、はい、左ハンドルのものを右ハンドルに急にしたものってこの足元のクリアランスがすごく悪かったりとかあったりするのよ。はい、本当に俺多分日本人の男性の体型をレペゼンしてもいいと思うぐらい平均身長平均体重なんだ、171センチ65、6キロぐらいか、はい、本当になんだろうな、体に馴染むというか、一番この運転してる時の感覚がスマートだなっていう感じはするね。なるほど。あ、今ちょっと滑ってきました。ちょっと聞いたね。ちょうどね雨が降ったのであんまりねやんちゃなことはできないけど、この上り坂だし後ろ来てないのである程度制限速度内でも回してみようか。はい、お願いします。おお気持ちいいね。気持ちいいですね。なんかサーキットで全開走ってる動画とかって YouTube とかにもいっぱいあると思うんだけど、はい、この箱根のターンパイク、はい、一応公道になるのか、はい、でどんな感じの走りをするかってところを楽しんでもらいたいですね。まだね、路肩に雪が残ってるような。そうだね、ちょっとコーナーの出口は怖いけども、はい、まあ、R32 のキャッチコピーが、超感覚スカイラインで、とんでもないがとんでもいいっていう、はい、ちょっとまあ面白いですよね。どうなんだろうな、それこそ今の人が感じる32への印象と、その当時の人が思ってた32への印象って違うと思うんだ。そうですね。超感覚、感覚を超えてくる技術の革新みたいなところは、はい、まあ2025年の今はそんなに感じないかもしれないし、今例えば3人キャッチコピーを新たにつけるってなったら、違うものができてくるんだろうね。なるほど。どうしても車の技術とかってその当時のものと比べて、絶対的なものというか相対的な評価になってくるじゃんか、多分今のこの3人の GTR より速い、普通の車っていっぱいあると思うんだ、その当時はやっぱりこれが超感覚だったわけでしょ。そうですね。いいよな、そういう時代感切磋琢磨して、しのぎを削って革命家がっていうところいいですよね。そうだよね、ロマンですね。で、まあ、ちなみにこの RB26 の、特徴として、6連スロットルが、入ってる車になります、なので、まあ、エンジンのレスポンスっていうところがだいぶ良くなってるのかななんていうふうに思うんですけれども。やっぱりこうターボ車だと、そこの部分ってどうしてもね、足りなくなってくるところではあるけれども、レスポンスの悪さみたいな気持ち悪さは一切ないね。ないですか。むしろまあそうですね、現代的なこう電子制御とかと、比べられちゃうとっていうところはあるかと思うんですけれども、やっぱこの当時にしてはものすごくレスポンスがキレがいいというか、ところなのかなと思います。RB26 の耐久性としてはかなり高いというふうに評価されていて、まあ、RB20 と比べて、RB20 がだいたい、まあ、約ですけれども、まあ、300馬力くらいまでのチューン、に耐えられるかなっていうふうに言われていて、これ400いくつだっけ？440ですね。そこまでいくとエンジンのポテンシャルだもんな。まあ、これはどこまでやってる人がどのくらいの馬力かわかんないですけど、800馬力とかっていうところも聞いたことあったりしますので、モンスターマシンじゃん。すごいですね。やっぱりこう直6のスカイライン GTR、24バルブ、素晴らしいですよね。なんかそれ自体が。サンダーオートガレージ。